でもあのライブハウスのお客さんに響くような曲ってどんな曲なんだろう。あそこにいた人たちはいつものお客さんとは全然雰囲気が違ったよね。しほちゃんも言ってたけど、開演前もワクワクドキドキっていうよりしんとして落ち着いた空気だったし、ピクシアとかで検索したらどんなお客さんが来てるのかわかるかな。検索ボックスにライブハウスの名前を入れてと、いっぱい出てきた。プロフィールから辿っていってもライブとか曲の話をしてる人が多いな。もしかしてあのライブハウスのお客さんには寂しいって感じてる人が多いのかな。そうだとすると私の曲への反応が良くなかったのもなんとなくわかるかも。寂しい時にワクワクとかキラキラしたものを聞かされても今そういう気分じゃないんだよってなるもんね。じゃあ寂しい時に聴きたい曲ってどんなのかな。私だったらなんて声をかけてほしいだろう。一人じゃないよとか、あともっと寄り添ってくれるみたいな。寂しさに寄り添うか。そういえばあの二人に曲を作った時もそういう気持ちを込めたよね。離れ離れになって寂しくなってもきっといつかは笑い合えるはずだよって。だって私たちもそうだったから、二人を応援っていうか見守るようなそんな気持ちを込めて。サクさんにあの曲だけはちょっと良かったって言ってもらえたんだった。もしかしてそれはあの曲が特定の届けたい人を意識して作った曲だったからだけじゃなくて、寂しさに寄り添う曲にもなってたから。そうかも。考えてみたらサクさんの曲もそういう雰囲気があったよね。寒い日に一人ぼっちでいた時に誰かと手をつないだ時みたいなあったかい感じ。そっか。だからサクさんの曲はあのライブハウスのお客さんにすごく響いてたんだ。ってことは今私が作るべきなのは寂しさに寄り添う曲。見えてきた気がする。やってみよう。花野ちゃんたちへの曲には大切な人と離れ離れになることへの寂しさを込めた。じゃあ今回は違う形で寂しさを表現してみよう。例えば本当に一人ぼっちの時の寂しさ。一人ぼっちか。はい。明日またあの検査か。月に何回かあるけど痛いから嫌だな。あ、近くの学校の子たちだ。あの子たち私と同じくらいの年かな。修学旅行か。いいな。
私もいっちゃんたちと行きたいな。最後にいっちゃんたちと遊んだのいつだっけ。もっともっといっぱい話したり遊びに行けたらいいのに。いいな、すっごく楽しそうで。あの時はそうだったな。みんなと一緒にいたいのに会いに行くこともできなくて。よし、あの時の私に届けるつもりでこの寂しさを曲にしてみよう。よーし、やるぞー。A メロで孤独を描いて、サビの部分で励ますような気持ちを音に乗せて、G メロはこう。あれ、イメージは見えた気がしたんだけど、なんだろう、このまま作ってもあんまり良くならない気がする。なんていうか、ちょっと薄い？なんでだろう。もうちょっとだけ頑張ってみよう。いろいろ考えてみたけど、やっぱりこれだって曲は作れなかったな。さきちゃん、大丈夫？あんまり元気がないみたいだけど、昨日ちゃんと寝られた？大丈夫だよ、ほなちゃん。ごめん、お待たせ。いっちゃん、学級委員会お疲れ様。それじゃあみんな集まったことだし、昨日のライブの反省会しようか。昨日も言ったけど、私たちの課題は曲と演奏のどっちにもあると思う。だから次のライブに向けてはそこを強化していくしかないと思うんだ。そうだよね。曲については昨日いろいろ考えてみたんだけど、あのライブハウスのお客さんたちの胸に響くのは寂しさに寄り添う曲なんじゃないかなって思ったんだ。寂しさに寄り添う。言いたいことはなんとなくわかるけど、なんでそう思ったの？昨日のお客さんたちの顔を思い出したり、ピクシアで調べた感想とか見てたら、結構寂しいって感じてるお客さんが多いなって。で、そんな人に刺さる曲ってどんなのだろうって考えて、寂しさに寄り添う曲なんじゃないかなって思ったんだ。なるほどね。お客さんの雰囲気から考えたんだ。確かにさきの言ってることは当たってるかも。アネモネがお客さんの心を掴んでたのもそういう曲をやってたからだと思うし。やっぱりしほちゃんもそう思う？だから私も次はそういう曲に挑戦してみようと思ったんだ。でもなんかあんまりうまくいかないんだよね。さきはあんまり寂しい感じの曲作らないもんね。だって元気な曲作ってると私も元気が出てくるんだもん。でも、花野ちゃんたちのために作った曲にはそういう雰囲気があったし、きっとできるんじゃないかな。ありがとう、ほなちゃん。私もね、花野ちゃんたちのために作った曲のことを考えてたの。どうしてあの時はああいう曲が作れたのかなって。それは多分私が2人のことを昔の自分みたいだなって思って
応援してあげたいなって思ったからだって気づいたの。昔の自分？私、みんなに会えなかった時、ずっと寂しかったから、その時の気持ちを込めて大丈夫だよって届けてあげたいなって。さっきあれ、みんなどうしたの？ごめん。あの頃、あんまり会いに行けなくて。寂しい思いさせちゃってたよね。でも、今はみんながいてくれるから大丈夫だよ。こうやって一緒にバンドもできて、本当の本当に幸せだから。それは、そうかもしれないけど。謝らないで。本当に何も気にしてないから。そっか。それならいいけど。もう、みんなそんな顔しないでってば。今はみんなといつでもこんなに近くで話せて、ギューってできちゃうから大丈夫だよ。さきちゃん、あったかいね。苦しいってば。いっちゃんもギュー。よかった。みんなが笑顔になってくれて。それに、本当によかったな。こうやってみんなと一緒にいられるようになって。どうしたの？今はみんながいるから大丈夫だよ。もしかしたらこういう気持ちも曲に乗せられるんじゃないかなって思って。なるほど。さきらしさも出てすごくいいと思う。そうだね。昔のさきちゃんに寄り添ってるって思ったら、私たちも心を込めて演奏できる気がするな。なんだか今ならいい曲が出る気がする。みんな話聞いてくれてありがとう。今日帰ったら早速作ってみるね。話聞いたっていうか、ほぼサキが一方的に話してただけだけどね。でも何かのヒントになったならよかった。さきちゃんの新曲楽しみにしてるね。ありがとうみんな。